はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、チャートに N を探せ。N 波動と呼ばれる相場の修正について解説します。タイトルにもある通り、N 波動を制するものは相場を制すると言っても過言ではないくらい、N 波動を意識できるようになる。チャートから N 波動を探すことができるようになると、チャートの見方が圧倒的に変わります。相場感の獲得に悩んでいる人は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。この動画を見ることで、相場の構成要素である波動の修正がわかり、値動きの軌道が予測しやすくなります。結果として環境認識やシナリオ構築もやりやすくなります。何より相場をシンプルに見ることができるのが最大のメリットです。その他、利益確定ポイントの設計に役立つであったり、高値掴み、安値掴みをしなくなるといった副次的なメリットもあります。この動画は以下の流れで説明していきます。まずは N 波動を知らない人にとってもわかるように基本のおさらいをします。次に N 波動のパターンについて紹介します。誰でもわかるような N 字の形もありますし、その派生形もありますので、それらを知っておくことで、チャートの中に N を発見しやすくなります。最後に、実際のチャートを使って N 波動がどのように相場に現れているのかを解説していきます。練習問題をつけていますので、動画で学んだことをすぐに実践可能です。それでは早速進めていきたいと思います。まずは簡単に基本のおさらいです。相場は値動きを形成していくにあたり、今画面に表示しているような N 字、または逆 N 字を描きながら推進していきます。上昇の場合であればこのように順 N の波動を描いて上昇し、下降の場合であればこのように逆 N 波動を描いて下降していくという形です。上昇のケースを例にとると、まず反発の1波目が出て、そこから押し目を形成して、さらに直近の高値を更新する3波目で構成されると。エリオット波動で言えば、1波目から3波目の部分に該当します。そして N 波動には波がどのあたりまで伸びやすいか、よく出やすい波の比率というものがあります。左側の図を例にして説明しますと、まずこの A 地点から B 地点の高さを AB というふうにします。次にこの N 波動の3波目の部分ですね。C から D の部分のこの高さを CD とします。はい。そして AB と CD の長さが一致したポイントのところを N 値というふうに呼びます。この AB の高さと CD の高さが一致するところでこの3波目が止まるというのがまず特徴の一つです。はい。それからもう一つの特徴なんですけれども、このように1波目の AB の部分にフィボナッチを当てたときに AB のちょうど 1.618 倍、黄金比と呼ばれる点ですね。こちらがまず N 波動の3波目の終点となるケースっていうのが一つ。はい、それからトレンドが非常に強い場合なんかはこの 1.618 のところを一気に超えてですね、2.618 のレベルというのもこの N 波動の終点として意識されることが多いです。それからこの2のレベルですね。2はフィボナッチ数になりますが、このレベルも N 波動の終点として収まることが多いです。はい。それでは次に N 波動がなぜ形成されるのかを解説していきたいと思います。上昇の場合を例にとって解説します。左の図を見てください。例えばこの辺りに前回の高値があったとします。反発の1波目が出ることで、まずこの前回高値をブレイクしたとします。そうするとですね、直近の高値をブレイクしたという達成感から、この反発の根元付近から買いを仕込んでいた勢力の利益確定が入り始めます。また手前の部分が例えばこのような下降トレンドの場合であれば、上がってきたというところで、再び戻り売りを狙う勢力がいます。そうした取引が生まれることで一旦このように下げが生まれます。買う人がいれば売る人がいるのも相場ですので、どっちに進むかはその時々の売りと買いの力加減でしかありません。はい。それでは今度下がってきたところでどのような動きが出てくるかを見てみましょう。市場参加者の中には、このように前回の高値をブレイクしたことで、その流れに追従しようと、下がったところから押し目買いを入れてくる勢力というものが登場します。一方で、例えばこの手前の部分がこのような下落トレンドであった場合を例にとると、はい、この前回高値を背にしてですね、この辺りで売りを仕込んでいた勢力というのもいます。ですが、このように高値がブレイクされたことで、この辺りで売りを仕込んでいた勢力というのは一時的に含み損になっていたわけです。ですので、下がったところで含み損が解消して一安心となるので、手仕舞いの決済注文を入れ始めます。売り手の決済注文ですので、買い注文ですよね。つまり相場にとっては上昇圧力となります。先ほど解説した高値ブレイクを見て押し目買いを入れてきた勢力と直近売りを仕込んでいた勢力の決済によってこのように再び上昇していく流れが生まれやすくなります。このようにしてその時々の相場参加者の心理と注文によって N 波動が形成されていきます。はい。それではですね、ここから N 波動の派生形について見ていきたいと思います。今画面に表示しているのが6パターンあるんですが、基本これらを押さえておけば大丈夫かというふうに思います。まず左上のノーマルのところはいいですよね。先ほど確認した通りですので、こちらに関しては特に付け加えることがないですので割愛します。上段中央のところを見ていただきたいんですが、これは高値が同値で止まるケースのことを指しています。つまり N 波動の1波目が出て、そこから押しを形成して3波目が発動するんですが、この直近の高値を超えられずに、ここが同値の高値となってストップするケースです。これは別名ダブルトップというふうに呼ばれてますよね。はい。このようにダブルトップに関しても直近の高値を更新することができなかった N 波動として見
見ることができます。はい。それから上段の右側を見てください。これは拡大型というふうに呼ばれています。まず反発の1波目が出るんですが、その後ですね、その起点の安値を更新するような動きが出て、さらにそこから直近の高値を更新するような動きにつながるケースです。これは別名ブロードニングフォーメーションと呼ばれたりもするんですけども、安値を更新した後に再度高値を更新していくという動きからもわかる通り、方向感がよくわからない相場の動きというふうに見ることができると思います。このブロードニングフォーメーションに関してはですね、別途 Y 波動と呼ばれたりもします。それ以外にもですね、P とか I とか V 波動とかいろいろあるんですが、それらに関しても覚える必要はないです。ここで説明しているようにですね、これらは全て N 波動の派生と見ることができますし、原理原則と基礎だけしっかり押さえたら、あとはそれらを応用できるようにした方がいいと僕自身は考えています。それから下段の左側を見ていただきたいんですが、これは縮小型と呼ぶことができます。反発の1波目が出た後に押しを形成してもう一回反発が始まるんですが、反発の勢いが続かずに失速するというケースです。これは別名三角持ち合いとも呼ばれます。このような形でよくですね、相場に三角持ち合いのパターンっていうのが出てくると思うんですが、これに関しても N 波動の派生形というふうに見ることができます。はい。それから下段の中段にはダウ理論というふうに書いていますが、ダウ理論に関しても N 波動の連なりとして見ることができます。ダウ理論の中にはですね、様々なサブ理論が存在すると思いますが、その一つがトレンドの3フェーズというものです。このように3段の上げを作って一つの上昇トレンドが完結するという理論ですが、これらに関しても複数の N 波動の連なりというふうに見ることができます。まず1波目の反発が出て、そこから押し目を形成して、直近高値を更新する3波目が発動します。続いてこの3波目に対する押し目が入った後に、再びそこから買いが入って直近の高値を更新して、2つ目の N 波動につながっていくという流れです。はい、このようにダウ理論のトレンド3フェーズに関しても N 波動の連なりで上昇トレンドが継続していくというふうに見ることができます。はい、最後下段の右側はエリオット波動に関してです。エリオット波動というのは推進の5波動と調整の3波動により一つの相場サイクルが終了するという理論になっています。ここの今オレンジの矢印で示した部分が、これが一つのサイクルという捉え方をするということですね。はい、このようにエリオット波動に関しても、推進5波、調整3波それぞれに対して N 波動の連なりというふうに見ることができます。このようにですね、相場の中には様々な相場理論というものが存在します。ダウ理論であったりエリオット波動というのがそれらの中の代表的なものだと思うんですが、それらの相場理論というものをですね、チャートの動き、その相場の動きをですね、異なる視点で解釈したものに過ぎません。今回紹介したように N 波動だけでもこのように相場を見ていくことができますので、はい、自分に合った理論というものをですね、取り入れて自分なりの相場の見方を確立させていくっていうのが大切なのではないかなと僕自身は考えています。それでは最後にですね、実際のチャートを使いながらどのように N 波動を見つけていくか解説をしたいと思います。はい、今表示しているチャートは米国株指数 S&P500 の冷やしチャート、2022年8月以降のチャートになっています。今回の動画の内容を聞いて自分でチャレンジしてみたいと思った方はですね、概要欄にこちらのチャートをダウンロードできるワークシートを用意していますので、そちらをダウンロードしていただいて、ぜひご自身で N 波動を書き込んでみてください。時間がないので結論を知りたいという方はですね、このまま動画を再生してください。はい。それではご自身でチャレンジされたいという方は一旦こちらで動画を止めていただいてですね、回答が終了しましたらまた動画を再生してみてください。さて皆さんいかがでしたでしょうか？今画面に表示しているような N を見つけることができましたでしょうか？それではこれから解説をしていきたいと思いますが、2段階に分けて解説をしていきたいと思います。まずは青で示した N に注目をしてください。左側から見ていきます。このように青で示した逆 N 波動が推進しています。そしてそこから一旦反発をしたところでもう一回戻り売られて直近の安値を試す動きが出たんですが、今度は安値のブレイクに失敗して直近の高値をブレイクする動きにつながっています。つまり、このような逆 N 波動からこういった順 N 波動に転換してきたということです。はい。そしてこの順 N 波動の3波目の部分に注目をしていただきたいんですが、はい。そこから押し目が入ったところで再び反発が始まり、直近の高値を更新する動きが出て、このような順 N 波動につながっていっているということがわかると思います。これは2つの上昇 N 波動が重なって推進したという形ですね。はい。それからこの波に注目をしてください。一旦押しが形成された後に再び反発が始まるんですが、今度は直近の高値を超えることができずに、そこから反落が始まって、このような逆 N 波動の方に転換をしてきました。そして一定の値幅下落したところでですね、再び反発が始まります。そして押しを形成したところでさらに買いが入って、今度は直近の高値を超える形で、このような順 N 波動につながっていきます。つまり逆 N 波動から順 N 波動への転換が起きたということですね。
はい。そして今度ここの高値到達した後、再び反落が始まって、もう一回反発が入るんですが、今回はこの直近の高値を超えることができずに反落し、このような逆 N 波動の方に再び転換してきたという流れになっています。勘の鋭い方はですね、すでに気づかれているかもしれませんが、実はここの部分というのも、ワンサイズ大きな N になっているんですね。はい。で、こういう形のことをフラクタルというふうに呼びます。つまり、この全体の形の一部分を見たときに、その一部分というのが、このように N で形成されてますよね。つまり、その一部分が全体と同じ形をしているということです。はい。ここの部分っていうのはさらに N 波動で構成されているので、部分が全体と同じ形をしていますよね。はい。続いてさらに細かい単位で見ていきたいと思います。この一番左のですね、青の逆 N 波動に注目してください。この波の一辺をですね、レッグというふうに呼びます。この逆 N 波動の最初のレッグに注目していただきたいんですが、この中を細かく見ていきますと、今赤で示したようにさらに細かいレベルの N 波動に分解できることがわかると思います。こちらのレッグに関してもそうですね。今赤で示したような、さらに細かい単位の N 波動というのが見て取れると思います。こちらに関しても同様ですね。このようにですね、今グリーンで示すような細かい N 波動というのが見れると思います。こちらに関しても同じですね。こういう N 波動が出ています。そしてこの N の3波目に対して、さらに N がこのように重なっています。はい、このように相場はフラクタルなので N 波動に関しても一つ一つのレッグを見ていくと、さらにその回に細かい単位の N 波動が見られるというのが特徴の一つですので、この点はぜひ押さえておいてください。最後に N 波動を把握するときのコツなんですけども、まずは大きい単位での N を見つけましょう。今回の例で言えば、青の波動で示した N 波動ですね。で、そして二つ目に大きい単位での N 波動を見つけたら、その一つのレッグに注目して、ハイレベルの細かい N を見つけていくというようにすると、相場の構造の把握がしやすいです。まず森の全体像を掴んだ上で、そこから細部である木に意識を向けていくような感じです。はい。この概念を初めて知ったという方はですね、なかなか難しいと思いますので、そういった方はぜひね、過去チャートを使って練習して、相場の見方になれるというのがいいと思います。それでは今回の動画のまとめです。今回は N 波動について解説をしました。主なトピックとして、N 波動とは何か、よく出る波の比率、N 波動が形成される理由、N 波動の派生系パターン、チャートを使った N 波動の見つけ方、N 波動を見つけるコツ、これらを通じて N 波動を学んできました。さて皆さんいかがでしたでしょうか？冒頭でもお伝えしたんですが、N を意識できるようになるとシンプルに相場を見ることができるようになります。それは相場というものは波でできていて、波は N に分解することができるからです。シンプルになると余計なことをあれこれ考える必要がないので、思考がクリアになり、その分思考の精度や深さが向上することにもつながります。相場感を構成する要素には様々なものがありますが、値動きという観点では、今回紹介した N の軌道のイメージが描けるかどうかということができると思います。例えばある値動きが発生したときに、この動きはどの N を構成するんだろうかと考えるようにすると、値動きのイメージアップもしやすくなります。相場感がないなと悩んでいる方は、ぜひ今回の動画の内容を検証して取り入れてみてください。この動画で新しい視点を得ることができたと思っていただいた方は、高評価をしていただけると、今後作成する動画の参考になります。視聴者の皆さんのこうした反応は、視聴者の方々のためになるコンテンツかどうかの指標になりますし、今後作成する動画のインプットにもなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。